キャラを描く上での作者の苦労話ってどんなのがある？かぐら鉢の千尋の黒コート。黒一色で簡単そうに見えて凄まじい回数の重ね塗りがされていて作者曰く手がちぎれそうになるとのこと。シャドウハウスのおかげさまたちは黒インクを大量に消費するのが悩み事らしい。この作品ならではの悩みで笑った。シャドウハウスアナログだったんか？ジブリに二度と描きたくないと言わせたたたり紙。2カットを除いて全て手書きで2分10秒のシーンに1年7ヶ月かかったと聞いた時は驚いた。トリコで一番描くの大変なキャラはサニーらしい。確かにこの毛量を描くのは過酷だよね。これデジタル作画でも相当めんどくさい部類になりそうだな。南国少年パプワ君に登場する嵐山の鎧。柴田亜美先生のブログによるともともとはあんな描くのめんどくさいもん。とうに脱ぎましたわ。だったらしい。9. 作画で大変だったことは？足アラバスタ天明地獄。そうか、子供の頃に読んだしあんまり意識してなかったけどアラバスタ周りの砂の描写って全部天明なのか。アシスタント中瀬だと SBS でも言ってたね。巻きでは描くのが大変で無理ってことで、ストレートになったヘルシングのインテグラさは後半ずっと出ずっぱりで作者直々にあんな描きにくいやつらは死ねばいいんですよと言われたら過ごすとその部下たち。少佐や兵士造林の入れ墨西の川は作中で描き切ったのに対して割と初期にギブアップしたインテグラのくるくる巻きで、子供のおもちゃの早巻きと表情が大きく変わらないキャラなので眉毛の微妙な角度で顔が変わるとのこと。植木の法則の主人公の植木。作者曰く何考えてるかわからないから描写しづらいし扱いづらいって最終巻のおまけでぶっちゃけてたな。武装錬金の主人公武藤和樹の武器であるサンライトハートは大型の突撃槍だけどサイズがでかすぎて画面に収めたりするのに苦労したと単行本で語ってたな。なので武器が変化した時は小ぶりのサイズにしつつ固有能力で射程を補える形になった。富士流銀英伝もラインハルトとアンネローゼの金髪若くの時間取られたんだっけ？藤崎先生曰く小説に黄金色の髪と書いてあるんです。ただの金髪じゃないんですよ。私のイメージでも2人はすごくゴージャスで、ラインハルトの髪はツヤだけで1カット1時間、アンネローゼは2時間かかりますとのこと。ヒーローアカデミアスーパーナイフソード。これはダメです。これは終わらないです。とアシさんは根を上げたので即破壊された。週刊連載でこれは確かにきついもんな。終盤で復活したの地味に嬉しい。また一瞬で粉々になったけど。なお嘆きながらなんやかんや週刊連載であのハイクオリティの作画をひねり出してるホリーが腱鞘炎になりかけた暴走ダークシャドウとかいうガチの怪物。なんで鳥モチーフのキャラだからって黒でベタ塗りしないで鳥の体毛のようなうじゃうじゃした黒で全コマ作画したの？ペン先も手首も作れるのにどうして？その分マジでかっこいいけど。これに最後まで付き合ったアニメスタッフもすごいと思う。スヌーピーピーナッツの作者チャールズ・レムシュルツ。チャーリー・ブラウンが一番難しかったと述回していた。シンプルで綺麗な丸を描くのが抜群に難しいんだとか。シュルツ先生本人が苦手にしたのがチャーリーとは意外。日本でも鳥山明先生がフリーザ第4形態のツルツル頭とシンプルなボディは複雑なデザインと違った難しさがあるとおっしゃってたっけ？有名なのが描くのが面倒ってアシスタントに不評だったせいで即沈められたる露見の煉獄さん。漫画だと毎回書く必要があるから即沈められたけど実写映画だと作ったからには使い倒さないともったいないって酷使されるという媒体の違いで扱いが180度変わるのが面白い。とある足が文句を言った結果呪われて後に何百艘もの船を描くことになったっていうあの船か。キャラじゃないケースならハガレンの戦車もかだ。アシさんたちが面倒いいまくってた次の回で大総統が戦車破壊するからアシさんたちの大総統支持率 100% になったっていう裏話。沢田幸雄先生が言うにはピーチ姫および女の子の作画が一番苦手で時間かかるらしい。ピーチ姫一人描く間にクリボー20体描き上げれるくらいには苦手なんだとか。真面目な大人が頭のいいことをするから自分単独の力では描けないと作者が言っていたらしい。参りましたイルマくんのカルーゴ先生。イチゴを描く際のコツってあります？という質問に対する師匠の回答。慣れですね。実を言うと誰にも描けないような主人公を描いてやろうと思ってイチゴを描いたんですけど、そしたら自分も描きにくくって慣れてうまく描けるようになったの。単行本で言うと19巻ぐらいだったかな。イチゴの難しい要素ってどこ？これといった特徴がないところだと思う。キャラではないけどコミカライズ版戸部勇の自転車。主人公たちの主な移動手段で割と面倒くさい作画手間のかかるものを3人分描かなければならないために大変だったらしい。アシスタントがこんな自転車ぶっ壊れてしまえばいいのにと愚痴ったとのこと。アニメの方でもやはり作画手間は多く
スケジュールが押してくるとキャラのバストアップが多めになってできるだけ自転車描かないようにしてたという。いじやばのいじめっ子キャラ。作者の中村南先生はいじめのシーンを描くと心がしんどくなるので、架空のもう一人の自分である暴力が苦にならない存在に作画を代わってもらってるそう。筋肉マンに登場する超人の中でもダントツで手間がかかると評判のアシュラマン。腕が6本、顔が3つ、それぞれ造形が違う。王族なので装飾の細かいリングコスチュームと面倒くさい要素満載。作画担当によると腕は6本それぞれに意味を持たせて画面で入る形にしなきゃいけないんだとか。しかもそれで取っ組み合いの格闘技をするという地獄。こんなのがサタンクロス。2人の超人が合体してケンタウロス体型になってるとやり合った試合は旧アニメではスタッフが根を上げた結果ダイジェストになりましたとさ。ドラゴンボールのセル、鳥山先生曰く地獄の作業だったらしい。これを小ボスとして最後まできっちりお出しするという狂気。第一形態だと斑点が全部黒塗りなんだよね。これ言われるまで原作だとセルカン全体の斑点が白塗りって知らなかったわ。ドラゴンボールの〇〇形態は作画コストを減らす役目もあったんか。トライガンのマインザンイージーマイン。原画展でマイン様のアナログ原稿の横にもっと活躍させるべきだった。トゲトゲの作画に心折れるんじゃなかった。と作者コメントが載っていた。実際登場してバッシュに即敗北しフェードアウトしたのだ。フーと探偵でダブルのフォームチェンジを書くとき、モノクロだと分かりづらいのが作画の大変な点だってインタビューで言ってたな。実写やアニメではそこらあたりは問題ないので漫画だけの苦労話。ダブルの場合、胸や腕の筋のラインもよく見たら各メモリごとに溝の形状が違うんだよな。それを漫画で再現しようってなったらしんどいってレベルじゃねえぞ。もともとが漫画で描くことを前提としてない特撮の着ぐるみだしな。ウルトラセブンなんかも胸や頭の小さい四角窓が大変そう。線が少ないウルトラマンはそれはそれで模様がちょっとずれるだけで違和感が出てくる。ハーメルンのバイオリン弾きの大魔オーケストラ。主人公が敵対するラスボスということで大悪人にしようとした結果、作者自身も嫌いになりすぎてイメージを作るのに難儀し先送りしまくった結果、デザイン完成が主要メンバーの中では最後だった。漫画が完結するのは悲しいけどこいつを描かなくていいと思うとホッとするとまで言われたぐらいの嫌われ者。進撃の巨人の作者はエレンの気持ちがよくわからんみたいなこと言ってた気がする。エレンは他のフィクション作品でも類を見ないほどの大量殺戮を犯した主人公となりましたが、なぜこのような物語を当初に発想したのかといえば、被害者が加害者に置き換わる巨大なツイスト構造の物語にしたいとの思いもありましたが、当時20代前半だった自分自身の未熟で愚かな部分が大きな要因としてありました。それがエレンの根幹部分にあり、状況に翻弄されて仕方なかった加害者ではなくエレンに加害者願望があることを告白させるに至ったのです。しかし進撃の巨人はとっくに自分だけのものではなく、エレンは多くの読者の方々に愛されたキャラクターとなりました。そのエレンを忌むべき存在として切らしきる覚悟がないまま寄り添うように変えてしまった。結果的に物語の結末としては不誠実に感じる部分が残ってしまったと自分自身の評価としてはあります。ファンのスケールがでかくなってくにつれ構想にも悩んだだろうな。最新のコメントだとこんなことを綴ってるくらいだし、苦悩の幅は多岐にわたってる。最終回直前くらいにはやっと分かったとインタビューで言ってたし、結局は最初から自分の中にある暴力性や鬱屈としたものをそのまま反映したキャラだったと暴露してる。結構アシさんの意見って取り入れてもらえるんですね。これ以上ネタにしないで。本当は笑えないシーンなのに散々ネタにされるシーンをまとめた動画はちょっと切ない。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。